皆さん、こんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。今日もよろしくお願いします。さあ、今日はライブでございます。1時間ですね、皆さんとお話ししながら、やっていきたいと思います。ここのチャンネルではですね、いつも、スピリチュアルをもっと身近に感じて、そして直感力を磨いて、そうすることでですね、皆さんの人生にたくさんのミラクルを起こす、そんなコツをいつもお話ししていますので、興味ある方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。さあ、今日はですね、好きを仕事にしていいですかということで、好きを仕事にする方法ということで、いろいろお話ししていきたいと思います。僕もカウンセリングをたくさんしていてですね、やっぱり好きなことをみんなやっていったらいいのになと思うんですけど、やっぱりそれをですね、いや、こうだから、ああだから、いや、でもこうだ、ですよね、みたいな感じで言われる方とかって多いんですね。そういう方とかも含めてですね、好きを本当に仕事にしていいのなのか、好きはどういうものなのかということをですね、今日は皆さんとお話ししていきたいと思います。そして50分からはヒーリング、開運エネルギーを送りますので、はい、ぜひ受けていただきたいと思います。こういうスピリチュアルのエネルギーってどんなものなのかなってね、思ってる方もいらっしゃると思いますが、そのエネルギーとかを感じれるようになると、これなんだっていうふうに感じるとですね、いや、スピリチュアルって何言ってんだよ、見えに見えないものとかって言ってる人がですね、オールジョンっていうふうに思えるわけなんですね。例えば僕、5日間でオーラを見る方法伝授というですね、無料メルマガをやったりするんですが、それとかも、やっぱりオーラが見えるようになるとですね、いや、スピリチュアルってこういうあるじゃんみたいな感じになれるわけなんですね。だからぜひ皆さんにも、オーラを見れるようになってほしいなと思って無料メルマガやってますので、そちらの方の登録もお願いします。さあ今日はですね、実は僕にとってはすごくお祝いの日になっております。もうね、皆さんちょっとコメントにも書いてくださってますが、ありがとうございます。実はですね、僕10月の1日、今日からですね、愛媛の南海放送ラジオというところでですね、ラジオのアキラのキラキラミラクル、キラキラ、アキラのキラキラトラベルという番組、日曜日の6時40分、朝の6時40分から55分までの番組を、始めることになりました。ありがとうございます。そしてですね、これは愛媛のラジオなんですが、ラジコで今便利ですね。全国どこでもいつでも、そして海外からでも、1週間はその番組をずっと聞けるということでですね、はい、ラジコでアキラのキラキラトラベル、ぜひ、探していただいてですね、聞いていただきたいなと思います。このラジコで聞いたっていうのはですね、ラジオの電波で聞いてると何が聞いてるかわかんないんですけど、ラジコのやっぱり何人がこう聞いているとかっていうのが出るらしいので、ぜひ皆さんにですね、ラジコを通して聞いていただきたいと思います。だからラジコはですね、ちょっとね、他のエリアのを聞こうと思ったら有料になっちゃうんですが、ぜひ他の番組も聞けますのでね、聞いていただきたいなと思います。ってな感じで今日は始めていこうと思います。よろしくお願いします。ラチさん、こんばんは。よろしくお願いします。一番乗り今日はよろしくお願いします。はい。明日から朝ドラ新しいのが始まるの楽しみでございます。はい。またね、ちょっと楽しんでいきましょう。ね、僕たちの大好きなランマン終わってしまいましたが、はい、次に参りましょう。はるかさん、こんばんは、デーフ。ラジオ開局、この言い方で言うから、開局ではないけどね、開局はしてませんが、番組始まりました。おめでとう馬場さんですって、ありがとうございます。いや、本当にね、今日僕も初めてこうできたやつを聞いたんですが、結構いい感じにできたかなと思ってて、はい。でもまだですね、ブラッシュアップして皆さんに楽しんでいただけるように、これからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。シスターラマーちゃん、アキラさん、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日も楽しくやっていきましょう。そして、愛媛のプーチン。こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今朝のラジオ聞きました。面白かったです。ありがとうございます。はい。どうでしたかね。ちょっとね、ここのスピリチュアルのこの YouTube とまたちょっと違う感じで、実はやっぱラジオなのでスピリチュアルのことはあまりお話しできないということで、なので僕のですね、23年間のアメリカの航空会社でスチュワーデスをやっていた、そこから来た、体験談というんですかね、海外のこと、ね、たくさんの国にも行きましたので、そのお話をするっていう感じになっているわけなんですね。はい、よろしくお願いします。ちなみにプーチン、今度、
僕、6日にですね、今月の6日に愛媛に収録に行きまして、7日の朝の東温倫理法人会のモーニングセミナーに参加する予定ですので、よかったらそこでお越しください。はい、杉間さん、こんばんは。よろしくお願いします。そしてシェリーさん、こんばんは。やっと久々に参加できました。よかったです。いらっしゃいませ。お帰りなさい。よろしくお願いいたします。はい、今日は好きを仕事にする方法ということで、好きを仕事にしていいのかな、好きを仕事にしたいんだけどって悩んでる人って結構いらっしゃるんですね。そんな人の悩みに問いかけていきたいと思います。よろしくお願いします。みやさん、あきらさん、皆さんこんばんは。ミキティ先生のファンミリ、ね、何これ。ファンミーティングかなと、帰りの私、癒されましたね。厳島神社とかエネルギーをお裾分けし、嬉しい。ありがとうございます。福舞ちゃんと仲良しになりました。素晴らしい。ありがとうございます。今日も50分からのヒーリング会エネルギー、皆さん楽しみにしておいてください。みおちゃん、ありがとう。ここひかさん、こんばんは、きらさん。皆さん、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いいたします。かなこちゃん、村長こんばんは。お試しの3分しか聞いてないけど、ラジオ聞いたい。ありがとうございます。朝から元気で声のスタート。そうなのよ、私ね。朝なのに全然なんていうの、爽やかな感じじゃなかった。いつもの感じで喋ってる。これから内容もっとディープな夜のお話になりますから、皆さん楽しみにしていてください。今日は高校の友達との48年記念の旅行中なのでアーカイブで発見。わかりました。楽しんできてください。ありがとうね。はい。そして、みやちゃん。ラジオ放送スタートおめでとう。ありがとうございます。もう本当にね、今日楽しみにしてます。本当にね、ラジオのパーソナリティマジでやろうって思った2日後にですね、今回助けてくださった方、愛媛のですね、矢野先生にお世話になりまして、はい、ラジオの番組につながることができました。ありがとうございます。てけてけさん、あきらさん、皆さんこんばんは。仕事は我慢量と教わってきたので、このテーマとてもそうなんです。これね、実は間違いなので。間違いなんです。はい。またお話ししますので、楽しみにしててください。みやちゃん、あきらさん、皆さんこんばんは。キラキラトラベルおめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。リアルタイム聞き逃したのラジオで聞きました。ありがとうございます。これ、リアルでも聞けるとこなのね、あなたね。これね、でもね、なんか、ラジコだとリアルで聞けなかったのかな。リアルが終わってから、多分、誰でも聞けるようになるみたいで、うちの父親が聞こうとしたんだけど、とか、友達もですね、その時間にリアルで聞こうと思ったんだけど、聞けませんでしたっていうのがありました。はい。もし聞いてくださろうとした人がいたらごめんなさい。はい。もしかしたら、番組が終わってからの録音で聞けるようになってたかもしれない。僕はちゃんと聞けましたけどね。はい。ラチさん。エリア会なので少しだけラジコ聞きましたが、違う人みたいだったら、そうなんですよ。そうなんです。まだね、ちょっとね、どんな感じでやりますかみたいな感じの、感じなので、1ヶ月に1回だけ取りに行ってるんですけどね、また今月行ったら違う感じにしてみようかなと思ってます。よりこの YouTube に近い感じにね、できればいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。ただね、スピリチュアルはあんまり出しちゃいけないということなんで、ちょっとその辺をですね、なんかこう、そういうのが1個でもあるとさ、なんか、何喋ってるんだよ、じゃあ、いつもスピリチュアルのこと喋ってるからさ、なんか、何喋るのみたいな感じになっちゃうんです。はい。でも頑張って作っていきたいと思います。てけてけさん、おめでとうございます。ありがとうございます。シェリーさんもラジオおめでとうございます。ありがとう。嬉しい。ミラクル。杉山さん、すごいラジオ、すごいラジオおめでとう。ありがとうございます。はい。ココヒカさんもありがとうございます。おめでとうございます。ノリーさん、あきら先生、こんばんはこんばんは。今日もよろしくお願いします。今日実はですね、僕は先ほど、今日友達に誘われて、あるなんか大きい、異業種交流会みたいなの、3000人以上なんかメンバーがいるっていうところのですね、イベントがあるから行きませんかって誘われて行ってきたんですよ、さっき。で、渋谷のですね、なんかクラブでやるって言ってどんな感じなんだろうと思って行ったんですけど、結構そういうの苦手なの。なんか異業種交流会ってね、なんかこうみんな、なんか、なんていうそわそわしてるっていうか、なんかあんまり好きじゃない。でもね、本当にクラブでね、若い子とかもいっぱいいてね、可愛い子もいっぱいいたんだけど、わ
ーって言って、わーって踊って帰ってきました。もう今日は汗だくで帰ってきたわけでございます。早くなんかライブ終わって、シャワー浴びたいなって感じでございますが、今日はそんな私でございますが、皆さん、この YouTube いいよね。臭さが、この汗臭さが届かないから、そんな感じで今日はお送りしてます。よろしくお願いします。あさこさん、よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。はるかさん、そうだね、開局っていうのはラジオ局で、そうですね。放送開始ですね。おめでとう。人気出るといいな。いや、本当にもう、ちょっと祈っといてください。皆さん、ここの番組に遊びに来てくださる人っていうのは、念の次の方がたくさんいるので、ここの皆さんが、アキラさん、ラジオを通して超有名人になるって思ってくれれば、もう一発で変わっていくと思いますので、皆さん、後でヒーリング開運の時にみんなのエネルギーいただいちゃうから、ということで、よろしくお願いします。けいこさん、キャー遅刻しちゃったんで、全然間に合ってますよ。村長皆さん、こんばんは。よろしくお願い申し上げます。いやこちらこそよろしくお願いいたします。のりさん、無料メルマガありがとうございます。エメラルドグリーンのオーラ見えて、おお、やったね。もう一回見え始めるともう見えますから。一回見えるとね、オーラっていうのは一回でも、見えたって思ったら、もうそれと同じように見ると見えるようになりますので、はい、面白いです。オーラが見えると楽しいんです。本当に人のオーラっていうのはこう変わったりするんですよ。その時の気持ちとか考えてることとかでね。だからこう、どんどん変わっていったりするので、オーラ見えると楽しくなりますよ。ぜひやってみてください。はい。じゃん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 。じゃんじゃん。アッキーさん。でいいのかな。転職にいい年と言われ、やりたい仕事に思い切って転職したんですが、人間関係で適応障害になったら大変。明日からまた前の職場に戻るんだ。おー、エネルギーいただきます。かしこまりました。ね、なんかこれも意味ある。今日もお話ししますけど、好きを仕事にするときっていうのは、いいか言っちゃって。好きを仕事にするときっていうのは、何が起こるかっていうと、たまにね、魂に何度も確認が入るんです。本当にこの仕事でいいんですか？本当にあなたはこちらをしたいんですかっていうのを、試されるときがあるんです。はい。で、その試されるときっていうのは、なんでって思うようなことが起こったりするんですね。はい。でもやっぱりそこでもう一度自分自身に確認してくださいっていう時期だったりするんですよ。だからね、こうやって前の職場に戻ることもいいけども、今回は、なんていうかな、失敗じゃないんだよね。今回、そのやりたい仕事に行って、そのやり方とかちょっと行く場所が違ったかもしれないけども、でも全然また別のところに行けば、ね、そういう時ってさ、なんかもう行くの怖くなったりしちゃいそうだけど、実はそういうふうに、また、ここいいかもっていう直感に従って動いていく、今度はね。そうすると、あれなんか楽しいじゃんっていうことになりうるかもしれない。でもその時にも、あなたがそこに本当に行きますか決意を問われるんです。僕もこのスピリチュアルカウンセリングの仕事をやるときに、もう何度も守護霊さんに確認されました。本当にそれやるんか、ほんまにやる気やるんかって、いえ、やるからって言ってたんで、僕はちょっと軽かったので、何回も何回もやられたり、なんかちょっと嫌なことが起こったりとかして、っていう、どうすんのって感じだったんだけど、やっぱりそれも踏まえた上で、やっぱりそれやりたい、やっぱりやります。っていう、こういうノリが、こういうところが必要ってことなんですね。これちょっとわかる。ドローンっていうの。ドローン論。わかりませんか？はい。よろしくお願いします。はい。みえちゃん。愛媛なので何回放送で聞いても素晴らしい。7回行きたい。ぜひ来てください。ここの番組に出てくださいました矢野真由美先生がですね、7日の朝の、モーニングセミナーの講談をされるそうなので、僕もそれを見に行くっていう感じですね。はい、みつこさん、スピ以外にもアキラさんは引き出しいっぱいですよね、こんばんは。ありがとうございます。そうなんですよ。いろいろありすぎて何かよくわかんない。今日もね、その異業種交流会に行ってさ、初めて会った人とかがさ、やっぱりみんな聞くわけよ。若い子とかもすごいね、超イケメンとかがさ、なんか、いろんな仕事とかされてて、今日会った人はなんか僕、
芸能プロダクションやってるんですよって、うわ、すげえやりてこわ、みたいな感じで、超男前だったんだけどね。で、聞いてるとなんかね、もうどんな仕事やってらっしゃるんですかとか、バーって聞かれるわけ。いや、こんなことやってる、こんなことやってるって。途中からちょっとなんか興味なさそうだなとかと思いながら、まあいいか、みたいな感じで、よろしくお願いしますとかって LINE まで交換したんだけどね、未だに返事ないわよ。そんなもんだわね、人生っていうのは。でも楽しく生きていきます。ここに来てくれたみんながいるから、ありがとうミラクル。五十嵐さん、お疲れ様。よろしくお願いします。なんか独り言のようになってますが、そういうね、人生はいろいろ試されますわな。はい、あっけさんこんばんはこんばんは。よろしくお願いします。杉山さん、マジか。笑う。仕事は我慢量は嘘です。そうです。我慢量は嘘です。あれは勘違いです。と思います、私は。ゆかりさん、あきらさん、こんばんは。楽しみにしてました。よろしくお願いします。ゆかりさん。よろしくお願いします。今日も楽しみましょう。はい。りえさん、あきらさん、出遅れました。全然大丈夫やんた、まだ。はい。相変わらずの素敵な声、ありがとうございます。ちょっと今日ははしゃぎすぎて、さっき、とか言って、お立ち台、ステージに上がったりとかして踊ってましたので、ちょっとピンクのジャケット着て踊ってきました。渋谷で楽しかったです。はい。そして、えりこさん、今日は、2つのお店からメッセージいただいて感謝です。かき氷屋さんは人の良いところを見つけて温かい気持ちで帰らせてくださる店。その後のジャズ、日本料理ってのはすごい素敵。少し多い感じ、ちょっと寒かったです。2つ見せていただいて楽しい。えりこさん、超前向き。超前向き。なんかこう、辛口で書きながら超前向き。いいと思います。はい。今日もね、素敵な一日だったということで。いや、でもね、本当にね、すべてに起こってることってすべてに意味があるから、今日も僕もね、なんかいろんな人とかいろんな、こんな世界があるんだっていうのを見てきましたけども、それも勉強だと思って楽しむことにしました。なので、踊ってきました。なんか誰かと、こう、なんか異業種交流会で仲良くなって、それ、もうみんなすごいの、若い子とかでもね、なんかね、私がゲイなんですとか言ったら、なんかこの、髪をこう抜く、全身の髪を抜くっていうのをやってるっていう女の人がいてて、その人が、あきらさん、絶対、毛抜いた方がいいからって、あ、そうなの。いや、私いいけどなんで、いや、絶対抜いた方がいいですとかですごい言われてね、ありがとうね、とかって。で、僕がまた興味ないなと思ったら、さーってどっか行っちゃいましたけどね、面白いですね。杉山さん、エメラルドグリーン綺麗だよね、本当にね。新風さん、こんばんは、遅れました。全然遅れてないです。ちょっと今ネガティブなの見えちゃった。白きつねさん。名前とかアイコンとかめちゃくちゃいいのに、今の仕事辞めたいです。いやもうね、辞めたい時っていうのは、それは実は、今日の話にもなりますけど、魂の声なんですよ。だからもう辞めてもいいんです。はい、一応努力はしたのかな、なんか頑張ってみたのかな、ならいいと思います。なんか一応頑張った方がいいですね。あ、ここちょっとやめたいかもとかって思った時に、じゃあやめようって、そこでやめちゃったらいけないわけなんですよね。そこには学びがなくなっちゃうから、同じことを繰り返しちゃうことになるわけ。新しいところに行っても。じゃなくて、そこで一回自分を見つめ直すとか、あとは、そこで一回頑張ってみるとか、ちょっと変えてみるとか、戦ってみるようなことをやるといいですね。それでもやっぱりここ違うなと思ったらやめたらいいんですけど、それをやめないと、次やめてまた新しいとこ行っても同じこと繰り返しちゃうんですよ。そう、だからやっぱ少しずつだけど、自分を見直したり、これが本当に自分のやりたいことなのかな、本当は自分が何やりたいのかなとかって見つめ直したり、あとは職場の中でですね、何が問題なのか、じゃあどうしたらいいんだろう、こうすると良くなるのかなっていうことを、やっぱりやらないと同じことを繰り返しちゃうってことになるわけなんですね。はい、みきみきさん、あきらさん、こんばんは。ちょっと涼しいだよね。でもちょっと僕は今日部屋閉めてると暑いので、はい、クーラーつけておりますが、本当涼しくなった。さっき犬のお散歩行った時すごい涼しかったです。あららさん、守護霊からの確認って何だ？守護霊からのメッセージね、確認じゃない。あなた。私ね、守護霊からの、そのこと書いてあったらどうかに、守護霊からのメッセージとかを伝えられるんですけど、ちょっとこれは、キャッチフレード、守護霊からのメッセージ、守護霊さんから教えてもらったことを伝えてるっていうことなんですけどもね。はい。確認ではないですね。別に確認はしてないです。はい。アッキーさん。
仕事は好きなんですが、人と環境がダメですよね。そういう人も多いですよね。ありがとうございます。また機会があれば挑戦したいです。今、記録が。なるほどね。ちょっと休んでからでもいいかもしれないですね。でもね、そういう時はね、それも意味があるんですよ。だからもう一回見直すといいね。なんかこう、人間ってね、結構誤解してたりするんですね。さっき、後でもまたお話ししますけど、この好きを仕事にするって言って、私はこれ好きだっていうふうに思ってたりしても、わかります。自分でね、誤解してるとき、よく親がさ、あんた赤が似合うよねとかって言われて、自分は黄色が好きなのにさ、赤似合うって言われてから、私赤好きなんですって言うと、大人になってから言っちゃってる人とかいるんだけど、そういう人は、だから、本当は黄色好きなのに赤に行っちゃうからさ、なんか知らないけど、まあ、楽しい、いいかな、みたいな感じで。でも、黄色を着た時に、これだったんだって気づくっていうことがあるんじゃないですか。それの仕事バージョンも起こったりするってことです。だから僕らから見てると、なんでこの人こっちの仕事に行ったんだろうと思うようなことをですね、一生懸命。まあわかんないわよ。それで行って、やっぱり魂の、こう、なんていうかな、自分が苦手だと思うところに、あえて行く、そしてその壁を越えるということも大切なんです。よくあるのが、アナウンサーになってる人とかで聞いてると、私昔人前で喋るの大嫌いだったんです。すごい苦手だったんですっていう人がアナウンサーになってたりするんです。それはやっぱり魂の課題というか目的で、やっぱりそうしよう。自分が苦手意識を持ってたり、過去性でやりたいなと思ったけど、できなかったから、今回はやりますっていうような、そういうようなことをなったりしてるってことですよね。ミキミキさん面白い。お仕事は自分です。まさに。自分らしくでいいってことです。その自分らしくでいいっていうことなので、今日は好きを大切にして、好きを仕事にできたらいいっていうことなんですね。でもその好きを仕事にっていうのも、なんかね、そう、今言ったような誤解があったりするんですよ。例えば、よ、例えば僕の場合だと、今、シゴレさんとお話ししたり、こう、スピリチュアル的なメッセージをね、持ったりできます。で、こういう人だと、スピリチュアルカウンセリングになるとか、こういう YouTube をするとか、そういうことを普通は考えるじゃないですか。でも、実は、僕はバイリンガル司会とかって言って、イベントとか結婚式の司会もやってるんですけど、実はスピリチュアル的なエネルギーを読んだりするのも、そこでめちゃくちゃ生きてくるんです。今こういう風になってるな、ちょっとこういう風に言った方がいいなとか、ここちょっと盛り上げようとか、こういう風に先に言っとこうとか、そういうことも分かったりするわけですよ。そうすると、本当に、今それちょうどやってもらおうと思ったんです。ありがとうございますとか、トラブルの元になる前にですね、なんかこう、やっといてよかったっていうようなことができたりするわけなんですよ。っていうような感じで考えていくと、自分の好きを仕事にするっていうのがより幅広く見えてくるんですね。で、そこから、いろいろ自分を見ていくといいっていうことです。はい。お仕事は自分いいですね。はい。ともみっティさん、こんばんは。出遅れました。全然出遅れてない。よろしくお願いいたします。はい。そして、戦ってみる。いいね。そうなんです。戦うことも大切なんですよ。はい。良いアドバイスありがとう。いえ、もうまだ始まってませんけどね。ありがとうございます。はい。そして、ししまるさん。あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。アラさん。はい。さっきのトークについての質問です。何でしょうか。守護霊から何度もスピリチュアルカウンセラーをやるとき、本当にやるのと確認が入ったとの話について、具体的な話を聞きたかったのです。なるほど。ですね、僕が、こういう、ちょっと自分の中でスピリチュアル的なメッセージを伝えたりとか、そういうのができるって分かったとき、そしてその時にすっごい流れがあったんですよ。簡単に言うと、僕が、インドのアガスティアの葉っぱっていうですね、昔のアガスティアっていうお坊さんがみんなの人生を葉っぱに書き記して倉庫に置いてあるっていうところがあって、そこに見に行くと、僕がどんなことをやっていて、そして何歳で死ぬぐらいまでずっと書いてあるやつがあるんで、それを見に行ったんですよ。それはたま見に行ったんです。で、そんなの行く気全くなかったしさ。でもたまたま行けたんです。休みもあったりとかして。で、それで行ったわけ。そうするとすっ
ごいうわーって宇宙規模で僕のエネルギーが変わってるのが分かったので、すごいことになってるじゃんっていう感じだったんですけども、そこぐらいからどん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 実は僕はそういう力があるっていうのが分かったりしてきた。その時にですね、やっぱりちょっと僕を助けてくれてた守護霊さんのメッセージとかをくれた人とかがいてて、そういうお話をしてくれた人がね。で、その人とかを通してですね、やっぱりすごく本当にやるの、本当にやるのとか、なんかこう、試練を与えてくれるわけですよ。じゃあやるよって言って、スピリチュアルのことをやり始めます。そうすると、さっきの人の話でもあるんだけども、僕がですね、やっぱり何かをやろうとすると、いろんな流れが起こってくるんですよ。で、これもやる、あれもやるっていうようなことが起こる。今もそうなんだけど、YouTube とかこうやってね、おかげさまですごくこうたくさんの人にチャンネル登録とかしてもらったりしてるとさ、すごいなんかいろんな人がこういうこと一緒にやりませんかとか声かけてくれたりするわけなんですね。でも、やろうやろうって言って全部やってると、本当に、なんていうのかな。結構大変なこととか、そっちじゃないよねっていうようなこともやっちゃったりするんですよ。最初の頃は本当にそんな感じで、来るもの拒まずじゃないけど、やっちゃってたのね。そうすると、必ずトラブルにね、遭うんですよね。で、落ち込むじゃないですか。やっちゃったとか、なんでこんなことになっちゃったんだろうとか思うようなことが起こっちゃったりするんですね。その時に必ず、いや、あなたはどうします？まだやりますか？もうやめちゃいますか？っていうようなのが入るわけなんです。その時に僕は、あんまり反省はしてるんですけど、いやもうこれは自分のやるべきものだと思ってたので、いや、やります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 、何があってもやりますって、結構そういうふうに動いてました。はい。でも、すっごい聞かれました。もうなんか壊れたラジオ壊れたレコードのように聞かれるので、いや、もう言いましたよね、みたいな感じで、ちょっと怒ったりとかもしてましたけどね。はい。はるかさん、昔好きな仕事に就いたけど、人間関係などでストレス溜まって不調になって辞めざるを得なくなっちゃった。そう、これね、はるかさんのもうすごくいいコメントなんです。これは何かっていうとですね、この聞いてくださってる人の中には、好きを仕事にしたんです。でも本当にこういう人間関係なんかで大変になって結局辞めちゃったんですよねっていう人いるじゃないですか。これは失敗じゃないんです。その時に学んだことがいっぱいあるんです。そして、はるかさんの場合はね、1、2年後じゃないかもしれないけど、その失敗をした後に、すぐ2週間後って言ったらまたちょっと違うかもしれないけども、1年とか2年とか、またはね、10年、15年経ってからやるじゃないですか。もう全く違うものになってるんです。はい。だから、その1回失敗してからも、やりたくないっていう人が結構いらっしゃるんですけど、やっぱり時が経つ。そしてできればその間に自分のブラッシュアップをしておく。できる限りでね。っていう風なのをやっていると、実はまた次にトライした時、またその時も失敗するかもしれません。でもその時は少なくとも1ミリでも2ミリでも前回よりも前に行ってるはずなんです。それを楽しまないといけないということですね。はい。やってみていただきたい。ししまるさん言ったかな？あきらさん、皆さんこんばんこんばんは。よろしくお願いします。深いよね。ね。ちょっと縁起がいいから読んどこう。はるかさんはスマホ開けたら2222ラッキー。ありがとうございます。みんなでシェアしていただきました。はい。杉山さん、いろいろな人いますよね。そうなの。いろんな人がいるから面白いんだけどね。本当に異業種交流が面白いです。マジックショップさん、あきらさん、皆さんこんばんで、こんばんは。よろしくお願いします。ゆかりさん、あきらさん、ラジオ番組おめでとうございます。花。ありがとうございます。はい。本当にね、嬉しい限りです。本当にラジオのパーソナリティっていうのをやりたいと思ってですね、本当に、なんていうかな、簡単にできるね、コミュニティ FM とかそういうものでなくて、きちっとしたところで一回やりたいなと思ってたんです。はい。それで今回夢が叶ってですね、いや、ラッキーだと思います。これからアキラ羽ばたきますので、皆さん、ぜひ聞いてください。ラジコで聞くと、何人のしか聞いてるとかわかるらしいので、よろしくお願いします。ななみさん、こんばんは。よろしくお願いします。夢からのヒーリングアートさん、こんばんは。アキラさん、皆さんでこんばんは。よろしくお願いします。ミキミキさん、葉っぱ知ってる？見てみたい。そうだよね。最近もうなんか、日本でも
なんていうの、オンラインとかで見えたりするらしいんですけど、僕の場合は直接インドに行ってみたんですね。で、1週間ぐらい旅行して、もうね、最初だけなんです、見てもらう日っていうのは。で、あとはね、もうずーっとね、ここに行きなさい、あそこに行きなさい、自分の運勢を上げるためにここで儀式を上げてもらいなさいっていうようなところがありまして、そこに行って儀式をしてもらったり、お寺を回るっていうのをね、ずっと1週間ほどやってました。はい。ヒーラリンさん。あきらさん、皆さん、こんばんは。間に合いました。間に合ってますよ。よろしくお願いします。皆さん、50分からヒーリング開エネルギー送りますので、楽しみにしててください。今日ね、ミキティ先生のリトリートに行ってきた人も何人かいらっしゃるので、はい、パワーアップして皆さんのエネルギーもね、いただきながらやっていきたいと思います。マジックショップさん、仕事に対してはなるべく感情を持ち込むことをやめるようにしてます。結果と事実はそのまま受け入れて引きずらないように、次は気をつけようと思いながら、さあ、次行ってみようで切り替えるようにします。なるほどね。まあ、これは皆さんよくあることだと思います。好きで行ったんだけども、なんか傷ついたり人間関係で嫌な思いしたから、あまりにこう感情を入れないで、または期待しすぎないでっていう風になっちゃうと思うんですけど、でも、この自分の好きっていうところの大変なことももちろんあります。でもね、ある人が言ってました。好きでやってて大変なことってあるじゃないですか。僕も例えば、司会の仕事とかをやってて、ああ、今日やっちゃったなとか、なんかちょっと、なんか、ね、きついこと言われたりする時もあります。こういうことやってね、みたいな。なんでできないのみたいな。そういう時あります。でもそれは、なんか辛いことではなくて、あそこに必ず学びがあるんですよ。僕も結婚式の司会とかで、あ、今日失敗しちゃったと思ったら、もう絶対この失敗しないようにって次はもうめちゃくちゃ気を使いますから、やっぱそういうようなことを教えてくれてるんだって思うといいですね。ミキミクさん、羽ばたいてください。羽ばたくありがとうございます。どんな絵みたいで。ミカさん、こんばんは。素敵ですね。ありがとうございます。はい。はるかさん、私の場合は仕事と関係ないけど、友達と同じ会社だったんですね。でも彼女は私の方がデザイナー企画に入る情報を知ってて、すごく敵対心持って不仲に、でも辞めた後彼女が有力になったため仲の良い友達になれた。そうなんだ。そこで戻れるはずかさんもすごいね。なぜか悔しくなくて辞めてよかったと思えた。そうなんだ。なるほどね。まあ複雑ですね。で、こういうことあります。そう。まあどっちがいいのかな。ね、まあ、それで、はるかさんがもうそういうふうにいいと思ってたらいいと思いますね、僕もね。ささむきさん、誰かの役に立ちたくて介護福祉士になりましたが、優しい自分でいられる時間はとても短く、それはそうだと思うよ。大変なこともいっぱいあるから、イライラしちゃう場合が多い現実、また職場の上の人の考え方が好きじゃなかったり、まあ簡単ではありません。笑う。それでも23年、23年すごい。やってきたので合ってるのか、いや、合ってると思いますよ。ね、よりよりみんなが働きやすく、そして、いい職場になるといいですね。まあ、少しずつ変わってるんだけどもね、頑張りましょう。はい。いや、でも素晴らしいことです。23年間、そんな中で、やったっていうの。もこもこさん、葉っぱお高いんでしょいや、僕はね、本当友達のその時たまたま知り合った人に連れて行ってもらって高かったです。でもね、僕が行ったのは20年ぐらい前なんですよ。それでもべらぼうに高かったし、もうこれね、怖いのがね、後で来るのよ、請求書が。本当に。本当恐ろしいよね。でもね、本当に騙す人とかもいて、すごい散々取られてとかっていう人もいるらしいので、もし現地に行きたいと思ってる人は、本当気をつけて行ってきてください。はい。諸越さん、あきらさん、皆さんこんばんは。間に合った。こちらは朝9時30分、ニューヨークから参加できて、素晴らしい。Good morning! みたいな感じです。よろしくお願いします。はい。そして、シェリーさん。今年の目標にヒーリング生態を習い、仕事にできたらなと思い習おうとしてた矢先に家の水回りが壊れ、リフォームにお金がかかったり、その他諸々出費が出ていき、なかなか習えなくて、今年には狙っていつの日か仕事にしたいのになるほど。これね、こういうことも結構ある人いると思うんです。これはね、2つ意味があったりするんです。1つはですね、本当にそこでいいのって試されてたり、そこじゃないんじゃないのっていうメッセージですね。あと、もう一個は、
こうやってシェリーさんみたいに、それをね、ヒーリングセーターを習って仕事にしたいって思ってるんだけども、本当にそれやっていいのっていう自分の中の迷いですね。まさにさっき僕が言ったような、なんで守護霊とかが本当にそれでいいの君、本当にそれやる気あんの、覚悟はできてんのって聞いてくるっていうのは、人間って、いや、もうやりますって決めてても、いや、それ本当にできんのかなとか、そんなことやって本当にお金に困らないのかなとか、なんか、いや、途中でやめちゃったらどうしようとか、そういう迷いとかがあったりすると、こういうことになることがあるってことなんですよ。ね、この2箇所、2つ、どちらかなんですよね。だからそれをよーく見た方がいいですね。だからこそ、好きなことを仕事にしたいとかっていうと、こういうふうに動き始めるときっていうのは、自分自身を見つめ直すこと。本当にあんたこれやりたいの？本当にこれでいいの？っていう、例えばですよ、さっきのシェリーさんにもう一回戻りますけど、このヒーリング生態を習うとします。ヒーリング生態を教えてる人もたくさんいらっしゃるわけですよ。で、やり方とかも少しずつやっぱり人によって変わると思うのね。だから、本当に自分に合う先生同じお金を出すんだったら、同じ何十万とお金を出すとしたら、やっぱ自分に合ってる人、自分がこの人のんだったら学びたいなっていう人に出会えるまで待った方がいいかもしれないわね。っていうことですよ。僕もピアノの先生今習ってるんですけど、僕もピアノの、弾き語りを学びたくて先生をずっと探してたんだけど、なかなか見つからなかったのね、インターネットとかで。見つかんないな、見つかんないなと思って、その時は動かなかったんですよ。でもある日に、ふっと直感で、そうだ、もう一回ちょっとやっぱり習いたいなと思って、誰かいい先生いないかなと思って、インターネットで調べたら今先生に出会ったんです。もう何年も前ですけど、本当今の先生に出会って、本当良かったと思ってるんです。はい。だから、そういうふうに、っていうことも起こってるってことです。だから自分自身を見る、そして直感を、ちゃんと聞く。っていうことが大切ってことですね。アロマさん、ありがとうございました。私も今やりたいことあるんですが、なかなか状況が整いません。少しずつ違う方向に考えが変わってきて、とりあえずと思いますが、先が想像できずに本当にやりたいか自分でも躊躇して、そう、こういうことが起こってるってことで、ね、こういうふうになっちゃうと、思考は現実化するのでうまくいかなかったりするってことですね。これはまだこれじゃないんですが、そうだね、まだ迷いがあるので、その他にもやることがあるんだったら、それとどっちなんだろうっていうのをよく見た方がいいってことですね。例えば僕の場合だと、こうやって実際にスピリチュアルのことはもうやり始めてるので、スピリチュアルの方で間違ってはないんでしょうけど、でもバイリンガルの司会のこととかもいっぱい出てきてて、それはそれでやろうよっていう感じで、これもいいですよね。普通の人って何か好きなことやろうと思ったら1個にしないといけないと思ってるかもしれないけど、僕のこのバイリンガル仕事の、もう楽しいし、すごく楽しいわけ。ね。で、それをやってたら、もしかしたらどっかで繋がるかも。で、今回のラジオもそうだと思う。ラジオにはスピリチュアルな話はしませんけど、こうやって、ライブとかでお話ししてるのもすごくこの話をするっていうことで勉強になってますし、っていうことで、いろんなことが関わってくるっていうことなんです。だからやっぱり、その人の中の好きっていうのはすごく大切にしないといけないってことですね。笹木さん、草ラジオ聞けました。嬉しい。明さんの違う面が見えてたらしい。嬉しいです。ありがとうございます。そうなんです。ちょっと真面目な感じで、明のキラキラトラベルというラジオ番組、愛媛の、南海、放送ラジオなんですが、ラジコで全国、海外でも聞けます。いつでも聞けますので、ぜひ聞いてください。詳しくは概要欄に書いております。はるかさん、そうなんです。いろいろあるけど、私はそれでよかったと思いました。そして別会社から、直託としてデザイナーの仕事をいただきました。それでしばらく好きな仕事に就けた。なるほどね。結局いいこともあったってことですね。はい。けいこうさん。今の職場は人間関係もよくできるだけ続けるつもりでいたのに、3ヶ月前から楽しくなくなって辞めたくなってます。職種は11年続いてますが、もう違うことをする時期なのでしょうか。そうですね。そういう時は結構動く時。こういう時はね、何をすればいいかというと、他に働くとこ、他に何かしたいことあるかなって考え始めるといいってことですね。はい。そういう時期が来てるってことです。今すぐ辞めろとか、今すぐ変われとかっていうのではなくって、他に私なんかあんのかしらとかっていうのを考え始めたり、または、自分がやりたかったけど、ずっとなんかもうほったらかしにしてたっていうようなことをもう一回やり始めたりするとか、そういうような時期が、来てるかもしれないということですね。
はい。さとちゃん。あきらさん、皆さんこんばんは。アガスティアの葉のお話、あきらさん、著書に書かれていました。そうなんです。仕事ではいろんな人たちと会いますが、自分を大事にして整うと、周りもよく変化してきたようです。あ、いいですね。自分もね、エネルギーを放つと、周りにも影響しますからね。好きを仕事にすると、やっぱりいろんなトラブルに起こるときもあります。ちょっと待って、今日ね、話そうとしてたこと、全く話してないんですけど、あの、ちょっとここから50分からヒーリング会エネルギーを送るので、好きを仕事にする方法ということで、大切なことだけパパッとちょっと言わせていただきますね。すいません。まずですね、好き。自分の好きっていうのは魂からの声なんです。魂があんたこれやろうね。これやりたいよね。こういうことやると、自分のこれからの人生に何か必要なことを得られるよねっていうのようなことを教えてくれてるものなんですね。だからやっぱり好きっていうものを大切にする。そして好きっていうものをとにかく行動してみたり探してみたり自分で確認するっていうことが必要ってことですね。やっぱりそうすることが大切なんです。だからよくね、先ほどもありました、好きっていうのは、なんだったっけ、なんて言ってたっけ、仕事にするとそれが辛くなるって言ってるけど、本当は好きを仕事にしてると、もちろん辛いことも大変なこともありますよ。僕だってこうやってね、毎日 YouTube のなんか動画作ったりしてるの大変なんですけど、でもなんか大変と思ってないんだよね。あーとかって思う時はあるけど、でも続いてる。やっぱり好きっていうものだからこそそうやって続けられるんですね。で皆さんこう思いがちなのが好きなものをやっていく。例えば好きなことをやるために前の仕事を辞めていく。これってすごく壁を越えることなのでいいことなんですけど、だからってじゃあ好きなことをやり始めたら、もうなんか何でもかんでもうまくいって、超ハッピーになるってそういうものでもないんですよね。やっぱり人生長かったりして、少しずつ前に進んで、またちょっとダメだったりして、じゃあどうするって言って、またこう考えていくというふうにできてるので、はい。だから、そうか。あんまり、ね、好きなことやるとさ、なんかすごい、もう、私、アメリカンドリームみたいな感じでみんな幸せになるっていうの、僕もそういうふうに考えてましたけど、そういうのではないってことですね。もうこのなかなか前に進まないなっていうことも、楽しみながら行かないといけないということですね。ミカさん、他にあることを探してあれもこれも気になっていますが、本当に好きな仕事、自分のやりたいことが見つからない。そうですね。これはやっぱり自分自身をよく見つめ直さないといけないということです。自分が、例えばあるじゃん。例えばあるでしょう。テレビ見てたとします。そしたら僕の場合は朝ドラとかドラマとか、でもドラマの中でも明るいドラマが好きなんで、あとなんか最終的には幸せになるドラマとか、あとはトークショーとかそういうの好きなんです。なんですよ。とかあるじゃん。なんか歴史がすごい好きな人もいるし。やっぱそういうその人の好きっていうのが、やっぱりどこかに特徴が必ずあるわけなんですよ。そういうものをよく見ていると自分のやりたいことが分かってくるってことですね。皆さん、できるかできないかではなく、やるかやらないか、やらなかった後悔でもやってみた失敗、きっと大切なのは、そう、これは本当大切です。ね、死ぬ時に、やっとけばよかったと思うよりかは、やって、あの時笑えたなっていうふうにやった方がいいってことですね。マジックショップさん。仕事もできることや任せてもらえること、感謝されることが増えるとやりがいを感じて楽しいです。これは趣味でも一緒でそうだよね。仕事は成長を体感できる学びの場だと思っています。メンタルの回復力は早まっています。あ、いいですね。僕は思うんですけど、今回ね、好きを仕事にする方法していいんですっていうことで送ってるんですけど、これね、よく好きなことをじゃあ仕事にしない方がいいんじゃないの？仕事にすると我慢料って思ったりしてお金が入ってくるのって言ってよく言うじゃないですか。なんであれが違うかっていうと我慢じゃないんですよ。やっぱりね、仕事をもらうのともらわないのとではやっぱり意識が全然違ってくるわけなんですね。だから自分にこう課する、あえて仕事にするっていうことで、自分の本気度を試すというか、自分の、で、さっき言ってらっしゃった人もいましたね。お金をもらったり、やっぱり認められることで、すごくやりがいも感じる。もちろんね、ただでやってもそれ感じれるんですけど、ただでやってる人とお金もらってる人では、やっぱ意識が全然違うんですね。だから、同じことをやったとしても、
行き着くとこが違う感じがするんです。だから僕は好きを仕事にした方がいいと思うんです。はい。もちろん仕事にすると大変なこともいっぱい出てくるし、我慢することもいっぱいありますよ。まあ、それはちょっとね、だからって何でも我慢したらいいって言うんじゃないですよね。やっぱりその中でも、やっぱり自分の好きをどう、自分の、なんていうのかな、こう、好きを形にするために、良い方向に持っていけるかっていうのをいろいろ考えたりやらないといけないです。例えば、他のなんか社長とか周りの人が、なんか嫌な感じだったら、自分の気の合う人とやるとか、自分でやるとか、っていうこともあるわけじゃないですか。そういうことをいろいろ考えないといけないってことですね。みきみさん、頭で考えちゃうとやらない理由、やりたくないに作っちゃうから私、笑う。頭で考える前にすぐ動いてたことを優先にしてます。あ、そうなんです。本当にね、好きなことってね、結構パーンと動くし、あ、これやらないといけない。だからこそ本当直感も大切ですよね。っていうことですね。直感を皆さん本当に磨いてください。そうすると、本当にこの辺が変わってきますから。直感が鈍ってたりすると、まさにミキミキさんみたいに頭で考えて、なんかあだこうだちょっと時期をずらしてしまったり、なんていうのかな、違う方向に行っちゃったりするってことが起こっちゃうってことですね。みほみほさん、こんばんは。お知らせ来なくて出遅れました。全然大丈夫です。まだこれからヒーリング、開運エネルギーも送りますのでよろしくね。はい。シェリーさん、確かに習うことに不安が心の底になったかもしれない。そうなんですよね。私にできるんだろうかと。そうなんです。そういうものが綺麗に出てくるってことですね。杉山さん、そうそう他にあるかなと何年も前から考えて音楽中心にしたかったからやっと今の仕事に変えました。いいですね。はい。やっぱりこう、いろいろなことがうまくいくときは必ずこうどんどんつながってくるので、はい、いいと思いますよ。ゲララ告知したのに遅いぞ、お仕事会。そうですね。あ、なるほど。夜勤明けなので安定の寝落ちまでカウント。いや、全然いいと思います。ありがとうございます。はい。そして、マジックショップさん。最近は夢に近づくためのアクション、できる範囲から行動を少しずつ起こしています。いいと思います。一歩踏み出すだけでも変わる。全然変わります。やろうって決意するだけでも変わりますけど、はい。やった方が絶対いいです。絶対やることで見える世界がどんどん変わってきますので、私これ好きじゃなかったんだとか、私のこれの方法がいいと思ってたけど、ここじゃなかったんだ、こっちだったんだっていうことも見えるので、やっぱり動いてみること大切ですね。アラさんありがとうございます。幸いにもベストを尽くして好きな仕事がやれるのではと思うのですが、定期的に強制終了があります。なぜでしょうか。あ、これはだから本当に自分の、さっきの話になりますけど、なんか、あの、これも、これもね、定期的に強制終了が入るんですっていう人って、自分でね、それを呼んじゃってる人もいるんだよね。また今回もそうなっちゃうんだろうな、みたいな感じで、そういう風なものを捨てないとダメですね。はい。あと、やっぱり、強制終了がたびたび入るのであれば、その癖だけではなくって、やっぱり自分で今このやりたいと思ってる方向性みたいなのが、好きはいいと思うんですよ。例えば僕みたいにスピリチュアルが好きだからスピリチュアルのことをやりたいとするじゃないですか。そうすると、例えば僕の場合でもスピリチュアルをやるって言っても、カウンセリングをやるのか、ヒーリングをやるのか、タロットカードをやるのか、手相をやるのかとか、いろいろあるじゃないですか、選択が。しかも別にタロットだけに決めなくても、タロットとヒーリングを噛み合わせるとか、そういうのもあるわけ。で、その、さじ加減っていうんですか、のバランスが違うってことですよね。はい。だからそこを自分で、そのバランス、形を見つけるまでは強制終了が入ることがあるってことです。直子さんこんばんは。久しぶりに来ました。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい。マジックシャープさん。いろいろ俯瞰したり考えや物の見方、人の見方をシンプルに捉えるようにしました。仕事を続ける中で得たものです。そうですね。これはすごくいいことだと思います。これと同じように自分も、自分のことも見れるといいってことですよね。そうすると、どん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 、これプラス直感があると、これだって気づけるようになるわけです。で、そこまで行くといいですよ。本当に楽ちん。楽ちんってことはないけど、ここだっていうのが分かるようになれるってことですよね。はい。杉山さん。好きを形にするために今、セミプロと言えるレベルまでの知識、技術を上げている最中です。すごい。いろいろ試されている状況。
話が来ます。とりあえず。いいですね。ここは頑張るということで、いいと思います。で、やっぱり動くと、どんどんまた変わってきたり、新しいことをやるんです。はい。もう本当トライアンドエラー、トライアンドエラーみたいな感じです。でもやっぱり、僕最後に言いたかったことは、好きなことをやりたい。そして仕事にする。ぜひ皆さんにやってほしいと思うんです。なぜなら、好きは魂からの声だからです。あなたここをやりたいよね、こっち行きたいよねってことを教えてくれてるので、やっぱそっちの方に行かないといけないということです。ただ、いろいろあります。人間関係とかね、大変なことが。それでも続けることが大切なんですね。さっきみたいに、ちょっと人間関係に疲れちゃって、もう今しんどいから、ちょっとお休みしてさせてください。もちろんいいと思います。で、2、3ヶ月休まれてもいいと思います。でも、やっぱり、それでも、私ここが好きだなと思うところは、諦めちゃいけないってことですね。僕もこの YouTube とかやっててももうね、3年になるわけですけども、やっぱり諦めないでずっと少しずつね、全然チャンネル登録者数が増えない時もあったりとかして、いや、どうしようかな、どうしようかな、どうしたらいいんだろう。ね、周りでこう、ガーンと、チャンネル登録者数が増えていく人とかもいたりするとさ、私このままでいいのかしらと思ったら続ける。それでも続けてきたんです。でもやっぱりそうすると、やっぱりいいこともどんどん起こってくるんですよね。はい。ですからやっぱり続けていく。好きなことだからこそ続けられるっていう、そういう自分のものを見つけてもらいたいと思います。まさみさん、あきらさん、皆さんこんばんは。ヒーリング間に合いました。インボイス制度のせいで苦手なお仕事。お疲れ様。インボイスのね、大切だよね。大変だよね。ゆかりさん、私も長年好きな仕事ですが、突然嫌になる時があります。なんとかなるさ、楽になりますから、そうですね。その時は何かあるってことです。なんか気づかないといけないこと、なんか見ないといけないこと、なんかちょっと変えないといけないことっていうのがあるかもしれないってことですね。うん。でございますね。直子さん、明さん、すごいね、本当に。ありがとうございます。何をおっしゃいますか？あなたも素晴らしいです。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今日はですね、好きを仕事にする方法ということでお話ししてきましたが、好きっていうのはすごく大切なものなんです。だから皆さん大切にしてください。もちろん好きだから、好きなことをやったから、何でも全てうまくなってしまうということではないんですけども、少なくとも覚悟をしていく、行動していくということを続けていくと、そこには見える世界が出てくるんですね。細かいこととかいろいろありますけども、こういうところをこういうふうに気をつけてね、今日もちょっといろんなお話できたから、なるほどねと思えたこととかもたくさんあったと思うんですけども、それを信じて、やっぱり動いていく。そして、頭ごなしに考えないってことですね。常に好きなもの、ね、例えばさっきも言ったように、僕もスピリチュアル好きだなと思うし、今この仕事やってて本当幸せ者だなと思うんです。だからそれにこだわることもないってことですね。このスピリチュアルにもいろんな方法があります。ね、僕も今日言ったかな。今日言ったかな。その司会の仕事をしててもスピリチュアルな、こういう会場の雰囲気を読んだりとか、このこうしてほしいんだなと思うこととかも生きてきます。そういうものを活かしていくっていうことを考えていったら、本当に可能性はいろいろあるので、それを探していかないといけないってことですね。クランベリーさんは間に合った。あきらさん、皆さんこんばんは。まだ全然間に合ってます。よろしくお願いします。これね、海城さんっていつも呼んでたんですけど、天野さんでしたね。間に合いました、あきらさん。皆さんこんばんはって今日もありがとうございます。よろしくお願いします。天野さんなんです。天野さん読めないよ、これ難しくて。はい、でも、はい、ありがとうございます、いつも。はい。そして、じゃん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 。直樹さん、ありがとう。ラジオ好きだったです。ありがとうございます。でもね、まだまだちょっと自分ではね、納得のいかない感じなので、どんどん変えていって、いろいろトライしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、皆さん、お待たせいたしました。それでは、ヒーリング会エネルギーを送っていきたいと思います。お水とかお茶とか、お湯とかね、あれば、ちょっと先に飲んどいてください。やっぱりこのヒーリングやるときとかね、すごく大きなエネルギーが多くなるのでね、その前にちょっと水分とかと、あともそうなんですけど、水分とってこうバランスを取ったり、ちょっとこうエネルギーがガーッと動くので、はい、そういうふうに調整しておくといいということですね。今からヒーリングを送らせていただきます。この画面の前にですね、ペットボトルに入れたお水、お茶、コーヒーなどを置いておくとですね、そこにこの画面から出る波動が映りまして、波動水というのができます。で、それを今日は僕のエネルギーを送るので、皆さん元気いっぱいになるわけなんですが、明日とか明後日とかね、そういう時にこう飲んだり、お茶を作って飲んだりすると、またそれが良くなるということなので、やって、
興味ある方はですね、波動水作ってみられるといいと思います。そしてこのヒーリングを送り始めますとですね、体全体で受け取るようなイメージを持ってください。全く感じない人もたまにいらっしゃいますが、その人も全然、間違いなくエネルギーを言ってますので、言ってる、もらってると思ってるといいということですね。そして、肌がですね、ピクピクしたり、ざわざわしたり、柔らかいところが痒くなったり、熱くなったり、冷たくなったりということが起こります。はい、そういうものがスピリチュアルのエネルギーを感じてるということなんです。これかな、感じてる、来てる、なんか、ここ熱い、ビリビリするとか、そういうものを感じながらですね、エネルギーを受け取っていただきたいければいいかなと思います。はるかさん、私の腕の痛みはどうも50肩かもなので、痛いのは腕なんだけど、ここに集中してヒーリングを受け取ります。かしこまりました。頑張って送らせていただきます。そして、アラさん、なるほど、確かにどれもが人生でめちゃくちゃ生きていてやりたいことは、その集大成に思います。そうなんですよね。本当そういうことでございます。はい。では、皆さんお待たせいたしました。それからヒーリングを送っていきたいと思います。まずこちら、左手からヒーリングエネルギーを送り始めています。もう僕の手が今、ジンジンになっていますが、このヒーリングエネルギーというのは、皆さんの体の調子の悪いところのエネルギーを癒してくれたり、または細胞を癒してくれたり、そんなエネルギーになります。そして皆さんの心の中の傷あると思います。そんな心を癒してくれたりですね。過去に持ったトラウマ、そんなものから自分が持ってしまっている、心の痛みですね。そんなものも癒してくれるエネルギーを皆さんに今どんどん送り始めています。ヒーリングエネルギー受け取ってみてください。そしてこちら、右手からは開運エネルギーを送り始めています。この開運エネルギーというのは、僕のですね、今すごくいい感じのエネルギーを受けることで、エネルギーというのは受けることで影響を受けるんですね。そうすると皆さんがこのエネルギーを受けることで、何かいいことが起こる、そんなことが起こったりですね。今この話をしてるとめちゃくちゃエネルギー強くなってます。はい。みんなのエネルギー、僕から出たエネルギーがまた帰ってきてですね、すごい大きなエネルギーが動いているのを感じられますでしょうか。この回遊エネルギーというのはですね、そういう何かいいことが起こるかもしれない。またはですね、皆さんが長年やりたいと思っているけど、なかなか前に進めない、そんな時のあなたはですね、背中を押してくれる、そんなエネルギーになります。そして今日はリトリートに行って、元気、パワーいっぱいもらってきた人もいます。その人たちのエネルギーもいただいてですね、今皆さんにどんどんヒーリング界エネルギーを送っています。このエネルギーを感じながらですね、エネルギーを体の中に取り入れていきましょう。まず鼻からゆっくり息を吸うと、喉、胸、お腹のあたりが熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときは、あなたのいらないエネルギーや体の調子の悪いところはあれば、そのエネルギーが口から出て地球に帰るところを想像してください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体がどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときはあなたのエネルギー、いらないエネルギーがどんどん出て地球に帰るところを想像してください。もう一度だけ鼻からゆっくり息を吸うとあなたの体がどんどん熱くなってくるのがわかります。あなたの体、オーラは素敵なエネルギーでいっぱいになっています。そして口からゆっくり吐き出し、あなたのいらないエネルギー、いらない思い、考え方、そういうものが全部口から出て地球に帰ったと思ったら、普通の呼吸に戻してください。引き続きヒーリング、怪エネルギーを皆さんにどんどん送っています。このように皆さんがヒーリング界エネルギーをどんどん自分の体の中に受け取っていると、自分の体の中にはもうエネルギーがいっぱいになり、自分の体から溢れ出ているヒーリング界エネルギーを感じ取ることができます。それではこの自分から溢れ出ているヒーリング界エネルギーをあなたの周りの愛する人、
家族や友人、そして職場の人などで応援したい人、元気になってほしい人がいれば、その人にエネルギーを投げかけてあげてください。そうするとあなたの愛する人は笑顔になり、元気になっていく姿がわかります。またこの自分から溢れ出ているヒーリング界エネルギーを今度はあなたの体の調子の悪いところがあれば、さらにそこにエネルギーを投げかけてあげてください。波動水を作っている人は波動水へ、ブレスレットなどエネルギーを注入したいものがある人は、そこにもエネルギーを投げかけてあげてください。そうするとあなたを中心として、あなたのエネルギー、いろんな角度に出ているこのエネルギーが、前向きなエネルギーを強くし、そしてパワーも強くしていってくれるのがわかります。今日はあなたの好きを仕事にする方法ということでいろいろお話しさせていただきました。今からこの僕のヒーリング界エネルギーをたくさん浴びながらですね、自分の好きなこと、自分の好きなことが仕事になっている、そんなイメージを持って、楽しいというエネルギーを、気持ちを持ちながら、あなたが好きなことをしている姿を想像してください。あなたの好きなことは、スピリチュアルなことかもしれません。スピリチュアルなことでたくさんの人のメッセージを伝えたり、元気パワーを送っている、そういうことかもしれません。あなたの好きでいろんな人がハッピーになって、それがまた自分にも返ってきている。そんなことをですね、想像してみてください。そこに僕のこのヒーリング界エネルギー、どん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 送って背中を押したいと思います。最後に今日もたくさんの人、お話も、そしてヒーリングに参加してくださった皆さんもありがとうございました。このようにですね、ヒーリング界エネルギーを受けると、そのエネルギーを受けて自分も頑張ろう、前向きな気持ちになったり、またはいいことが起こる、そんなことが起こってきます。皆さんにも楽しいこと、そして好きなことで、楽しい未来が開けていく、そんなことをお祈りして終わりたいと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ちょっと強めのね、エネルギーを送ったので、頭痛してる人とかいるかもしれません。そういう人はお水とかお湯を飲んで、皆さん飲んでくださいね。はい。そして、深呼吸をゆっくり2回ぐらいすると、エネルギーが落ち着いてきますので、頭痛もマシになると思います。はい。ということで今日はですね、超強力なエネルギーまた送らせていただきました。はい。またですね、これでみんなが元気になってくれたらいいなと思います。そして今度は木曜日、ですね。木曜日にまた、ライブ10時からやりますので、よろしくお願いします。そして僕の、10月1日、今日からですね、愛媛の南海放送ラジオというところで、アキラのキラキラトラベルという番組が始まりました。朝早く6時40分からなんですけども、はい、ラジコでいつでも聞いていただけます。1週間はその番組ずっと聞けるそうなので、ラジコ、ちょっとエアフリーになっちゃうかもしれませんが、お金かかっちゃうかもしれませんが、アキラのキラキラトラベル、僕の概要欄の方に書いてますので、ぜひ、お聞きいただきたいなと思います。そこでですね、このちょっとこことはまた違う、スピリチュアルのこととかではなくてですね、はい、普通の、スチュワーデスとしてしたこと、海外のこととか、英語のこととか、いろいろ話していきたいので、そちらの話も聞いてください。いたたたってなったらいいですね。はい。そして、ありがとうございました。眠々寝てください。ありがとうございます。自分のご褒美に受け取りました。大切。こちらこそありがとうございます。はるかさんもありがとうね。40方、50方、立ち聞いたその腕をそれって言って、はるかさんって言って。はい。あきらさんありがとうございます。けいやさんもありがとうございます。自分も同じ。嬉しい。ありがとうございます。ししまさんもありがとうございます。はい。ゆみかなさんもありがとう。こちらこそありがとうございます。みきむさんもありがとうね。はい。のりさん。先生、ちょっと待って。先生ありがとう。気持ちよかった。先生って言ってくれるのりさんだけじゃない。どうも嬉しいです。ありがとうございます。はい。もろこしさん、今日のテーマは私の今にとって大事なことした赤軍。ぜひぜひ見てください。なみちゃん、ありがとうございました。そしてマジックショップさん受け取りました。お疲れ様
でした。こちらこそありがとうございます。ゆかりさん、マキラさん、今夜もありがとう。いつもベストパワーありがとうございます。あ、やったね。ありがとうございます。みやちゃんもありがとうございました。そしてここ、ひかさんもありがとうございます。ちょっと待って。なおこさん、ちょっと待って、飛んでた。なおこさんもおやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。はい。そして、そとちゃんもありがとうございました。ラジオ聞いてます。ぜひぜひ聞いてください。ラジコですね。はい。そして、ケクさん、アキラさんにもありがとうのエネルギーを嬉しい。ありがとうございます。はい。みんなも、みんな、今日やろうって言って分けてた。みんなも僕の、ラジオがですね、どんどん広がって、全国区に広がっていく。全国に広がっていく。って思っとってください。ありがとうございます。ベクさん、キラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ミラクルラブ先にいただいちゃいました。ヒーラリーさん、ありがとうございます。はい。ということで、今日も皆さんの幸せになって、ミラクルラブ届いたかしらということで、はい、今日この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。みんなよかったです。そして、クラメさん、ラジコ聞いてみる。はい、みんなで祈っててね、私のラジオがどんどん全国になりますようにということで。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。みんな愛してるよ。ありがとうございます。